皆さんこんにちは。西横庭園の苔庭チャンネルやっていきたいと思います。今日はですね、4月27日なんですけれども、お庭のね状況をまたレポートしたいと思います。で、季節がねちょっとずつこう暖かく変わっていってですね、いろいろこう季節のお花がですね動きがあって。お花すごい咲いていたりとかするので、そういうところもご紹介しながらですね、今のお庭の状況をお伝えしたいなと思います。で、まずはですね、これツツジですかね。はい。今もう花がだいぶこう昨日雨降ったんでね、ちょっと終わりかけてますけれども、ミツバチとか大きな蝶々とか来たりですね、庭を賑わせてくれています。ここにもあるし、こっちにもあるしですね。こっちはもうだいぶ終わってますね。はい。で、こっちに来るとですね、これは庭の花ではないんですけれども、これブルーベリーがあってですね、ブルーベリーもこれ実がたくさんこれなってます。これも花も終わったんですけどね。こっちに紫のね、こういう花があったりとかしています。これもイチジクですね。イチジクも葉っぱが出て、これからまたこう枝がバーンと伸びるんでね、短くなってますけれども。はい、でこれね至る所にですねこういうこの可愛いこの花という可愛い草があるんですけど、これはなでしこの芽ですね。これ冬の間結構ちっちゃい状態からですね夏に向けて大きくなっていくんです。これぐらい 1メートルいくかいかないかぐらいかな伸びるんですけれども、結構ね冬の間からこうやってこう新緑のこの葉っぱを出しながらですね、で夏に向けて花がですね咲くその時期までバーッと伸びてくれます。長くこう生育見せてくれる植物ですね。でこう進んでいくとですね、シダとかも伸びてくれてますけれども、はいはい、ここにもね花菊っていうのかな、名前はちょっと分かんない。なんだっけ。これも綺麗ですね。今満開です。それでですね、これも同じですかね。はい。で進んでいくと、ここですね。これふわーっと生えてくれてますけれども、これ冬の間はですね、ここ何もなかったんですけれども、ギボウシですね。これもまたどんどんこう伸びていってくれて花を咲かせてくれます。で冬になるとですね、この全部これなくなってですね、地上の葉っぱとか全部なくなるんで、ここのね下は苔が生えてないんですけども、この一帯ね、はい、こんな感じです。でここもね、これもなでしこの葉っぱですね。これ至る所にありますけれども、これが夏に向けて花を咲かしてくれます。でここにねオミナエシ、男エシとですねいるんですけれども、これも夏の一番暑い8月9月ぐらいにですね花を咲かせてくれる植物です。今こういう状態ですね。でこれが本当に1メートル2メートルぐらいまで大きくなりますんで、これもですね見事に成長してくれます。で今の時期はこういうまだちっちゃい状態ですね。はい。昨日雨降ったので苔の状態も結構良くてですね、いいかなという感じです。でこちらになると、今ボタンの花が終わって、今この芍薬の花がここありますね。あっちも黄色いのがあって、今の時期はこの芍薬もとても綺麗ですね。はい、これ今つぼみもたくさん今できてますんで、咲かしてくれるのが楽しみです。はい。でですね、今の時期一番なんといってもですね一番可愛い花がですね、こちらの雪の下のちょっとした群生があるんですけれども、ここにね雪の下毎年花を咲かせてくれます。ちょうどね今年今これからもっと花が開いてくれるかなという感じなんですけれども、やっぱりねこう雪の下の花ってあんまり皆さんお花見ないかもしれないんですが、とってもめちゃくちゃ綺麗なんですよね。またわーっと全部開いたらですねお見せしたいなと思いますけれども、こういう感じで葉っぱはねすごい低いんですけれども、この花芽がわーっと上に伸びてですね、
こういう風に花を咲かしてくれます。雪の下の花が一番なんか僕は綺麗だなと思うんですね。好きなんですよね。はい。で最後にちょっとした苔のメンテナンスのやり方をご紹介したいと思います。ちょうどこちらにですね、馬杉苔、大杉苔なのかな、杉苔の大型のですね苔があるんですけれども、結構ね倒伏してですね枯れていくっていう現象がですね杉苔はあるんですよね。で何年かすると枯れてって張り替えてメンテナンスされるっていう方結構お声聞くんですけれども、こういうふうにですねある程度伸びてくると倒伏するっていう現象がですね杉苔はありますんで、こういう時にどうするかっていうとこれ刈り込んであげる必要があります。この倒れ込んでですねこういうふうにそのまま放置しておくと新芽が出づらくなってくるんで、この辺ちょっと新芽が出てますけどね、ちょっとカットしてあげるといいんですよね。で刈り込んでおくと倒伏した後も新芽が出やすいということがあるので、この辺新芽が出てますけれども、で倒れ込ましてそのままにしておくとどんどんこの倒伏して枯死していく、枯れていくっていうことがあるんで、こうなってきたらですねある程度ここカットしてあげるというのがいいと思います。こういう新芽が出てるやつですね、これはもうこのままちょっと残しておいてあげて、こう巻くぐらいのイメージでいいと思いますけれども、こうやって倒れ込んでですねこういうところをこうやってカットして短めにカットしておくと、そうするとこうまた復活するんじゃないかなということでちょっと刈り込んでおきました。はい、こんな感じですね。これでちょっと様子を見たいと思います。であとですねこの毎度のことながらこの猫ちゃんの糞がですねあるところは取ってあげて、ここもですねここもちょっと怪しいのでここもちょっとカットきましょうかね。この茶色くちょっとこう枯れ込んできてるんで、ここをある程度カットくと短くカットしておくといいかなというとこですね。これでちょっとまた様子を見てですね、はい、置きたいなと思います。こういうふうに杉苔は倒伏し始めたらカットしてあげるというのがいいかなと思います。でこのついでなんでねこのタンポポのこういうタンポポは一番苔にダメージくるので、こういうふうにね取っておくといいと思います。よいしょ。はい、ここも取っとこうかな。よいしょですね。よいしょ。タンポポね、これ根っこはねカットしても根っこ残るとまたそこから生えてくるんですけど、このまま葉っぱをね生やしておくよりはまだいいのでカットするというのがいいですね。はい。ちょっとした作業だったらですねこうやって、苔の上に直接乗って作業するんですけれども、本来ねあんまりこう苔を踏んでしまうのは良くないんで、作業する時ですねなんかこう板とかなんかこう
体重が分散するようななんか板っぽいものを用意して、そこの上に乗りながら作業するっていうのが本来は一番いいです。今ちょっと撮影しながらなんで急遽やったんでね、そういう用意してなかったんですけれども、そこは注意してください。よいしょ。はい、じゃあこんな感じですね。はい、じゃあ4月末のお庭の様子と簡単な杉苔のメンテナンスをお伝えしました。はい、また、ゴールデンウィーク明け5月の半ば、気温が結構上がってきた頃にレポートしたいなと思いますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、それでは失礼いたします。さよなら。